戦後の国際秩序が作られていく中、世界に目を向けてみると、かつて覇権国家だったイギリスは、2つの世界大戦を経て大きく力を失っていました。その一方で、アメリカとソ連が他国を圧倒する力を持つようになっていたのです。これらの国々はいずれも第二次世界大戦で協力した連合国でした。しかし、戦後の世界をどうするかという国際秩序の構想において、それぞれが異なる方向を目指していたため、次第に協力関係は崩れていったのです。特にこのような状況に頭を悩ませていたのはイギリスでした。第二次世界大戦が始まった時、イギリスはチェンバレン内閣によって率いられていました。しかし、ドイツの快進撃などが影響してチェンバレンは辞任し、同じ保守党のチャーチルが首相となって戦争を指導しました。もともとイギリスでは保守党と労働党という二大政党が交互に政権を担うことが多く、二大政党制と言っていい状態になっていました。その中で戦争が始まったため、チャーチルは今は国内で争っている場合ではない、団結しなければならないと考え、労働党と連立を組んで挙国一致内閣を形成しました。そして戦時中は総選挙を行わず第二次世界大戦を乗り切ったのです。しかし、ドイツが降伏して戦争終結の道筋が見えると、挙国一致内閣は解体され、総選挙が実施されることになりました。戦争を指導したチャーチルは国民的人気を得ていたため、保守党が勝利すると予想されていましたが、チャーチルは選挙戦で社会主義者はヒトラーと同じだと主張して、つい先日まで共に政権を担っていた労働党を批判したのです。この発言は国民の反発を招きました。この頃のイギリスは戦勝国とはいえ、戦争で受けた被害は甚大で、海外資産や市場の多くを失い、対外債務は約33億ポンドへと膨れ上がっていました。国民の多くは食糧難に苦しみ、空襲で家を失った人々も少なくありません。そのため、もう戦いには疲れた、平和な世界になってほしいという思いが強く、チャーチルの攻撃的な言葉は支持を得られなかったのです。こうしてチャーチル率いる保守党は敗北し、労働党が勝利しました。このような経緯でクレメント・アトリーが首相に就任することになったのです。アトリーはまず戦後復興に取り組んでいきました。しかし、戦争が終わったということは、それまでアメリカがイギリスやソ連に対して行っていた援助も終了することを意味していました。実際、戦いが終わると援助は打ち切られ、イギリスはすぐさま深刻なドル不足に直面します。財政は大きな打撃を受け、経済的にできることは限られていたのです。こうした状況でイギリスが頼ることができるのはやはり最大の同盟国であり、今や世界最大の経済大国となったアメリカでした。しかし、アメリカはイギリスの労働党政権を国内では社会主義的政策を進めている、そして国外では帝国主義的政策をとっているとみなし、無条件に寛大な援助を続けるつもりはありませんでした。結局、イギリスはアメリカからの援助に頼らざるを得ず、世界におけるアメリカの影響力はさらに高まっていきました。そのような中でソ連は安全保障政策の一環として勢力圏の拡大に乗り出しました。ソ連は歴史的に凍らない海を求めており、海への出口を確保することは長年の悲願でした。そこでトルコに対してボスポラス海峡とダーダネルス海峡を共同管理しようと要求。さらにルーマニアやブルガリアに軍を動かして、その存在を背景にトルコへ圧力を強めていったのです。これはイギリスにとって大きな脅威でした。イギリスは広大な帝国を維持したい。そのためには帝国をつなぐ航路が重要である。特にスエズ運河は本土と他の地域を結ぶ要となる場所だと考えており、ソ連の動きを強く警戒したのです。ソ連は南へ進出している、勢力圏を広げている、これは我々にとって脅威である、そのように考えるようになっていました。そんなイギリスとソ連は第二次世界大戦中にイランと条約を締結し、それぞれ南部と北部を占領していました。これはアメリカやイギリスがドイツと戦うソ連を支援するための補給経路を確保する目的があったからです。当然、戦争が終われば両国は撤退することになっていたのですが、ソ連は軍を撤退させず、むしろ兵力を増強していきました。さらにイラン北部にある石油利権を認めるようイラン政府に強く迫り、
ソ連に近い政権をイラン北部に樹立させる動きまで見せていました。このようなソ連の行動は安全を確保したいという発想に基づくものでしたが、勢力を拡大しようとするソ連をアメリカが放置することはありませんでした。アメリカ国内ではこれ以上ソ連に譲歩すべきではないという意見が強まっていたのです。こうしてアメリカはイラン問題についても動き始めました。イラン政府は北部で影響力を強めているソ連軍を見て、一刻も早くソ連軍に撤退してほしいと考え、国際連合の安全保障理事会に提訴したのです。トルーマン大統領はこのイラン問題を国連の力を試す良い機会だと考え、イランの支持を表明しました。そしてソ連は速やかに撤兵すべきだと主張したのです。さらにアメリカは軍事力の行使も辞さない姿勢を示すために艦隊を地中海に派遣して強い決意を示します。アメリカの強固な態度に直面したスターリンは妥協を選び、イランとソ連の間で話し合いが行われました。その結果、イラン北部の石油利権を共同開発するという協定が結ばれて、ソ連は撤兵することになりましたが、後にイラン議会がこの協定の批准を否決したため、ソ連は何の利権も得られないまま撤退に応じる形となったのです。こうしてイラン危機は収束し、国際連合は間接的にではありますが、紛争解決に寄与したという実績を残しました。このような状況で、当時アメリカの代理大使としてモスクワに駐在していたジョージ・ケナンは長文の電報をワシントンに送信します。その中で彼は、ソ連は西側を敵視している、資本主義諸国に包囲されていると感じている、チャンスがあれば西側の力を弱め勢力を拡張しようとするだろう。しかし西側が強く抵抗すればソ連は容易に引き下がるはずだ。よってソ連を封じ込めるべきだと主張したのです。この電報は大きな影響を与え、トルーマン大統領をはじめとするアメリカの指導者たちは、ソ連を封じ込める方針は正しいと考えるようになり、両国の対立はさらに深まっていったのです。ソ連に対して不信感を抱いていたのはアメリカだけではありません。イギリスも同じ思いを持っていました。すでに首相を退いていたチャーチルは、トルーマン大統領の招きでアメリカを訪れ演説を行います。この演説の中でチャーチルは、東西ヨーロッパをまたぐ鉄のカーテンが下ろされたと表現し、大きな話題を呼びました。スターリンはこれに強く反発し、チャーチルはソ連との戦争を始めようとしているとして厳しく非難します。この鉄のカーテン演説は、これから始まる世界の対立を象徴する出来事として人類に記憶されることになったのです。From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe.